ラーバス、リトアニアマニアの橋本です。今回は NBA で活躍する新旧リトアニア人選手5選ということで、リトアニアでも有名な選手5名ちょっとご紹介させていただきたいと思います。リトアニアはバスケ大国で、スポーツって言ったらバスケ一択と言っていいぐらいバスケが有名です。世界ランクも10位ということで、もともと7位ぐらいだったりしたんですけども、その辺をこう行ったり来たりするような強豪国ですよね。NBA では永久欠番の選手も出てたりですとか、意外と知られてないんですけど、有名な選手いるんですよね。パリオリンピック近づいてますけれども、ここで活躍するであろう選手もいますので、そういった現役の選手も紹介させていただきたいと思います。さて、皆さん NBA で活躍する現役のリトアニア人選手何名いるかご存知でしょうか？実は2人います。で、2人ともパリ五輪メンバー入りをしてるんですけれども、後ほど詳しく紹介していきますけれども、その現役の選手以外にもですね、殿堂入りを果たしている選手とか、永久欠番の選手、こういった選手はいるんですね。他にもたくさん NBA 行った選手はいるんですけれども、その中でも特に実績を残した5人、あまりバスケを知らない私の妻でも知ってる5人をご紹介したいと思います。かなり有名ということになると。まずはシャルーナス・マルチュリョーニス選手ですね。この選手はシューティングガードの選手で背番号は主に13番をつけてました。1990年代に NBA で活躍した選手なんですけれども、主にゴールデンステートウォーリアーズというチームで出場していました。以前の動画でも紹介しましたけれども、1988年のソウルオリンピックでソ連の代表として金メダルを獲得している選手ですね。その後リトアニア人としてリトアニアの代表になっていくわけですけども、実はここで金メダルを取って活躍して、その後 NBA に行くんですけれども、彼はそれまでソ連っていうのは NBA に選手を出さないっていうふうに禁止してたんですよね。で、それをこじ開けるというか、パイオニアみたいな存在なんですよね。ソ連から NBA に選手が渡るっていう一番最初の選手になってくると思います。で、この1988年には独立反対のスピーチを強要されたりとか、KGB と言われる政治警察ですよね。よくFBI とか、ああいうスパイ系の映画なんかで名前上がってきますけれども、ちょっと怖い人たちですよね。変なこと言ったら命が危なくなるみたいな。そういうのを見張ってる KGB っていう人たち。その人たちの監視下にあったんですよね。彼、バスケではかなり活躍して影響力のある人でしたから、政治的な発言をしたら身の危険が出てしまうような、そういう時代ですよね。で、彼の有名な力を使って、当時バルト三国、リトアニアを含めたバルト三国が独立に対する機運がものすごく高まってる時期だったんで、独立に反対するようなスピーチを強要させられるんですよね。もちろん本人は意図してない、やりたくないって断ったんですけど、断ったらもう今度は命が危なくなるみたいなところで強要させられたりするっていう、そういう背景を経て NBA に進出していくことが叶うっていう、かなり苦しい思いをして最初の切符を手に入れた、こじ開けた人ですよね。日本で言うと、野球の野茂英雄選手みたいな最初の人みたいな印象がありますけれども、なんでしょう、違った苦しみもたくさんあったんだと思いますよね。で、彼がドラフトにかかるのは、実は1987年のことで、金メダル取る前から声はかかってたんですよね。で、実際に NBA 渡れるのは2年後の1989年ということで、2年間この交渉があったわけですよね。実際に叶うまでに2年かかってるということで、ソ連側と NBA 側の交渉がずっと続いてたわけですよね。その交渉の様子もですね、The Other Dream という、Dream Team というドキュメンタリー映画の中で描かれてるんですけども、ちょっとびっくりするような、とんでもない交渉が行われてるんですよね。本人の意思はそこにはないんですよね。国と NBA、あとはお金の話ですとか、そういうことですよね。それをなんとか交渉をまとめてですね、NBA に渡ることが実現した最初の選手ということですよね。で、バルセロナ五輪のスポンサー獲得。これ、以前の動画でもお話ししましたけれども、グレートフルデッドっていうロックバンドとの関係を築いて、
1992年のオリンピック出場にこぎつけた資金難を工面できたっていう、その仲裁にもなってるっていう、当時 NBA で活躍してた選手ですから、アメリカにいましたから、そういうパイプをつないでいったっていう選手ですよね。で、その後、バスケットボールの殿堂入りも果たしてます。選手としてのパフォーマンスもそうなんですけども、やっぱり今お話したような、その背景、いろいろ違うステージで戦ってた部分っていうところも評価の対象にはなってると思いますね。で、その後はホテルを経営したりですとか、バスケットリーグの重役を務めたりですとか、ビジネスマンとしてもすごく成功しています。いろんなことを見てきた選手ですから、やっぱり人脈ですとか、人徳ですとか、そういうところが大きいんだと思うんですよね。そんな選手です。続いて、アルビーダス・サボニス選手。この選手は背番号11。この11番っていうのはもうリトアニアではみんながつけたがる憧れの番号になっています。主にポートランドトレイルブレイザーズ。ここで活躍をしてました。僕が NBA にハマってた時によく見てた選手だったんで、リトアニアの人だったんだって繋がったんですけども、でもそこでプレイしてたのわずか6年ぐらいだったんで、ちょうど僕が見てるタイミングで活躍されてたんだなっていう、そういう時ですよね。僕は高校生ぐらいだったと思うね。この選手は、実はマルチローニス選手と同世代の選手なんですけれども、ドラフトにかかるっていうのは、マルチローニス選手より先にかかってるんですね。1986年。ドラフト1巡目指名ですね。東西冷戦中ということで、冷戦中にアメリカの NBA が当時のソ連の選手を NBA のドラフトにかけたっていうことで、これもドキュメンタリーで映像出てるんですけれども、もう会場がどよめくわけですよね。何をソ連の選手を選んじゃってんのみたいな空気になるんですけれども、それだけ、それでもチームのために必要としていたぐらいスキルのある選手だったということですね。ただこれはソ連が当時はまだNBA の出場を許可せずにですね、却下されてドラフトかかったものの NBA には行けなかったっていう背景があるんですね。なので一番最初に声かかってるのはこのサボニス選手だったということですね。で、その後に1988年ソウルオリンピックでソ連として金メダルを取って活躍して、1992年のバルセロナオリンピックでも銅メダル貢献してるわけですね。で、その後なんですよね。この選手が NBA に渡ってるのは1995年30歳の時ということですね。ですので、マルチリョニ選手が渡って、その後にこの選手、アルビーダス・サボニス選手もいけるようになったっていうことなんですね。で、よく、86年の最初にドラフトかかったあの時に NBA に渡ってたらどれだけ成長してたのかっていうのはよく議論の対象になるんですよね。95年に入ってるわけですから、約10年弱ですか。NBA ではプレーできていなかったわけですよね。で、この選手もバスケットボールの殿堂入りを果たしてます。リトアニアでバスケのスクールを開いたりですとか、現在ですと息子さんが NBA で大活躍している選手ですね。後ほど紹介しますけれども、親子でもうレジェンドみたいな、そんな存在ということですね。アルビーダス・サボニス選手でした。続いて、ジードルーナス・イルガウスカス選手。こちらの選手ですね。背番号11でサボニス選手に憧れてつけた番号だということなんですね。1996年に NBA 入りしてます。ちょっとなので一世代後なんですかね。クリーブランドキャバリアーズ所属で、センターっていうゴール下でよく活躍する選手なんですけれども、この選手は、イルガウスカス選手はシュートも上手いセンターということで、スリーポイントなんかもよく決めてたセンターですね。珍しいタイプの選手だったと。ただ、怪我が多かったようで、活躍、パフォーマンスがね、どうしても維持できない時期っていうのがあったようなんですけれども、当時のキャバリアーズっていうのはとてもチームとしては低迷していて、なかなか勝ち上がれない時期が続いてたんですけれども、そういった時期を支えている選手の一人でした。最終的には2010年まで14シーズンこのチームに所属するわけなんですけども、2003年のタイミングで、もう今一番活躍していると言ってもいいレブロン・ジェームス選手ですよね。彼がこのチームに新人として入団してきます。そして2007年にチームとして初めて NBA ファイナルですね。ここに進出するんですね。これに貢献したのがこのイルガウスカス選手ですね。最終的にはこのファイナル敗れてしまうんですけれども、ずっと低迷していたチームをそこまで持っていったっていうね、
いろんな選手の活躍もあったんでしょうけれども、そういった活躍が評価されて、2014年にはこの11番永久欠番になってます。ヨーロッパの選手としては当時3人目の永久欠番だったということなんで、いかに活躍が評価されてたかっていうことですよね。イルガウスカス選手でした。続いてヨナス・バランチューナス選手。この選手は現役で今もNBA で活躍している選手ですね。背番号17のセンターの選手ですね。今はニューオーリンズ・ペリカンズに所属しています。2012年に NBA 入りを果たしている選手で、得点とリバウンド、リバウンドっていうのはボールを落ちてきたボールを取るっていう、このリバウンド、この両方を10以上記録するダブルダブルっていうのがあるんですけれども、これをデビュー戦で記録してるっていう選手なんですね。リトアニア代表の中心選手として活躍をして、2023年のワールドカップでは、アメリカを破る大金星を挙げる活躍をした、そのメンバーの一人ということですね。で、これもドキュメンタリーで紹介されてたんですが、幼い頃は伝統舞踊を習っていて、親に結婚するときに伝統舞踊を踊れなくてどうするのっていうふうに言われてたみたいですね。大きな髭を蓄えて、長身の選手なんですけれども、その当時の若い時の動画を見てると内面は優しそうな感じがするので、見た目に反して意外とチームの輪をしっかり絆を作ってくれるような選手なんじゃないかなというふうには思ってます。はい、代表をまとめるにはすごい適役なんじゃないかなという選手ですね。2023年のワールドカップでも活躍したんですけれども、出場した選手全体の中でベスト5を選ぶっていうオールスター5っていうのが行われるんですけれども、その5人の次の5人っていうのがあって、オールセカンドチームっていうのがあるんですね。ワールドカップで、要は10本の指に入る選手ということですよね。これに選ばれてます。この選手はやっぱりダブルダブルっていうね、得点とリバウンド、ここが魅力なので、彼がリバウンドをたくさん取って、得点を重ねていくっていう風になってくると、チームが乗ってくるんじゃないかなと思いますので、パリ五輪では出場が予定されている選手ですので、これも注目していただきたい選手ですね。バランチューナス選手でした。最後に、ドマンタス・サボニス選手ですね。パワーフォワードですとか、最近はもうセンターっていうポジションも務めるようになっているようですね。左利きの選手です。現在サクラメントキングス所属で27歳ですね。で、お父さんが、前に紹介しましたアルビーダス・サボニス選手で、今は背番号10番つけてますね。もともと11番つけて、NBA で出場してたんですけども、移籍してきたこのキングスっていうチームは、11番が永久欠番でつけれないので、10番つけてるって感じですね。このお父さんがNBA で活躍していた頃に、ポートランドで生まれたということで、二重国籍を持った選手ですね。代表の試合になるとリトアニアの代表としてプレーしていますので、選手としてはリトアニア代表として出ることになる。2016年に NBA 入りをして、2020年、リトアニア人選手として初のトリプルダブル達成ということなんですね。トリプルダブル、さっきダブルダブルっていうのをご紹介しましたけど、プラスアシスト、得点とリバウンド、プラスアシスト。なのでいろんなことできる選手ということですよね。2021年の NBA スキルチャレンジっていうのがあって、オールスターの時、いろんなイベントがあってですね、スリーポイント一番上手い人決める大会とか、ダンクが一番上手い人決める大会とかあるんですけれども、最近はこのスキルチャレンジっていうのがあるようですね。パスとドリブルとシュートっていうことで、いろんなスキルを持ってる人を決めるっていう大会ですね。これで優勝してます。なので、もうトリプルダブルやる選手ですからね、パスもドリブルもシュートも上手いってことですよね。もうすでにオールスターも何回も出場してます。3回。今の段階で3回ですね。2023年にはリバウンド王も獲得しているんですね。現在トリプルダブル55回。これ多分動画収録時点ではもっと数字伸びてると思うんですけど、これですでに NBA 歴代11位のところまで来てます。なので、いかにこのトリプルダブル何回もやって活躍してるかってことですよね。で、他にもちょっと珍しい記録があって、史上2人しか達成してない記録というのがあるんでご紹介したいと思うんですが、1試合で20得点、25リバウンド、5アシスト、かつ、シュートの成功率 90% 以上。90% って言うと10回打ったシュートが9回入るってことですよね。ほとんどゴールするってことですよね。
こういう記録を史上2人目で達成しているということなんですね。で、もう一人っていうのが、実はウィルト・チェンバレンっていう選手なんですね。これも NBA 好きな方は聞いたことある名前だと思うんですけど、誰ももう成し得ないと言われている1試合で1人で100点取った選手ですね。超人ですよね。この選手もこの記録を達成しているということなんで、まあ、こういう人と名前が並んでくるような位置にいる選手ってことですね。もうリトアニアの生きるレジェンドと言っていいんじゃないでしょうかね。で、昨年の2023年バスケのワールドカップには参加していませんでした。実は12月に怪我をしたまま NBA の出場を継続して、で、ちょっと怪我が悪化して治療に専念するために、ワールドカップの方は出場を回避したっていうことなんですね。でもその2023年にリバウンドを取ってるんですよね。怪我をして出続けたらリバウンドを取っちゃったっていうことなんで、いかにすごい選手かってことですよね。スロベニア代表にドンチッチっていう選手がいるんですけれども、結構その選手と被るなーっていうようなイメージを私は持ってるんですよね。ポジション全然違うんですけれども、成績がすごく似ていてですね、トリプルダブルしょっちゅうやる選手っていう意味では似てるなっていうふうに感じています。この選手ももちろんリトアニア代表の中心、サボニス選手、リトアニア代表の中心として、パリ五輪のラインナップ、名前上がってきてますんで、出場が叶えば活躍ね、一つ前のバランチューナス選手と一緒に頑張っていただきたいと思っています。はい。というわけで、NBA で活躍しているリトアニア人選手を5名紹介させていただきました。現役の2人に関してはオリンピック出場も期待されている選手なので、最終予選前ですけれども、出場が叶えばぜひ活躍してほしいなと思ってます。リトアニアは好きですけど、バスケは知らないっていう方は、親子でレジェンド級のすごい選手がいるということ、このぐらい覚えていただくといいかもしれないですね。バスケは好きだけど、リトアニアは知らないっていう方に関しては、リトアニア人選手で永久欠番出してる選手もいるっていうこと、それから世界ランク10位の国でバスケの強豪国だ。この辺を覚えておいていただきたいですね。バスケが国技と言っていいですね。パリオリンピックの出場がまた決まったら、最終予選の結果が出たらですね、もし出場するってなったら、もしなると思ってますけど、なったらちょっと詳しく予想ですとか、してみたいなと思ってますんで、またちょっとバスケネタ、オリンピックなんでね、ちょっとスポーツネタ厚めにこの夏はやろうと思ってますんで、引き続き、ご覧いただければと思います。よろしくお願いします。というわけで、今回はここまでになります。それではまた、イキー。